イブン・アッバスは次のように伝えた。彼は、預言者モーゼの仲間について、フール、リン、カイス、リン、ヒスン、アル、ファザーリと意見が合わなかった。イブン・アッバスは、彼はアル、カディールだと言った。一方、ウバイ、リン、カーブが彼らのそばを通りかかったので、イブン・アッバスは彼を呼び、私の友人、フールと私は、モゼが会う道を尋ねたモゼの仲間について意見が合わなかった。預言者、彼に平安と祝福あれが彼について何か言うのを聞いたことがありますかと言った。彼は、はい、私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれがこう言うのを聞いたのです。モゼがイスラエル人と一緒に座っていると、一人の男がやってきて尋ねました。あなたよりも学識のある人を誰か知っていますか？モーゼは答えた。いいえ、そこでアッターはモゼに啓示を下された。そうだ、我らのしもべハディールはあなたよりも学識がある。モーゼは、アッターに彼ハディールに会う方法を尋ねた。そこでアッターは彼のために魚を引とし、魚がなくなったら、なくした場所へ戻れば彼ある、ハディールに会えると告げられた。そこでモーゼは、海で魚の印を探し続けた。モーゼの召使いの少年は彼に言った。覚えているか、我々が岩に近づいた時、私は魚のことを忘れてしまった。サタン以外に、私に忘れさせた者はいない。それに対してモーゼは言った。それが我々が探していたものだ。18.64 そこで彼らは足跡をたどって戻り、ハディールを見つけた。その後に彼らに何が起こったかは、アッターによって聖クルアーンに語られている。スーラ、アル、カフフ54から82章サヒーフ、アルブハーリー74。ハディースの説明。仲間たちは、神が彼らに満足されますように、それぞれの持っている知識に応じて、いくつかの問題について互いに意見が異なっていました。意見の相違のエチケットを守り、各人が自分の兄弟の知識のレベルを知っている一方で、このことから、二人の高貴な仲間、アブドゥッラー、イブン、アッバースとある、フッル、イブン、カイス、神の5万越あれは、モーゼ、彼に平安あれの仲間に関して意見が異なり、その仲間とは全能の神の言葉に言及されている人物である。はじめ中それから彼らは、我らから慈悲を与え、我らから知識を教えたしもべの一人を見つけた。モーゼは彼に言った。あなたが教えられた健全な判断力から、私に教えていただくために、私はあなたについて行きましょうか。終わり中ある、カフフ、65-66、そしてイブン、アッバースの言葉はこうである。アッターが彼ら二人に5万越あれ、それはある、ヒドゥルであり、これはウバイ、ブン、カーブ、アッターが彼に5万越あれが、預言者アッターの祈りと平安あれから聞いたことに基づいて指示した。モーゼとある、ヒドゥル、彼ら二人に平安あれの物語である。彼は、預言者アッターの祈りと平安あれが、アッターの預言者モゼがイスラエルの子らの一団と一緒にいたとき、一人の男が彼の元に来て尋ねたと報告するのを聞いたと報告した。地上であなたより知識のある人を知っていますか？モーゼ、彼に平安あれは、自分よりも知識のある者はいないと否定した。彼は預言者であり、啓示は彼に送られたので、サヒーフ、ムスリムに述べられているように、彼が知識を神に返さなければ神は彼を責めるでしょう。こう言われている。これはモーゼ、彼に平安あれへの警告であり、彼の後継者への教えであり、また、他の誰も彼のような自画自賛とうぬぼれに陥って滅びることがないようにするためであった。そこで全能の神は彼に啓示した。あなたよりも知識のある者がいる。神はあなたに啓示したものとは別に、彼自身からその者に知識を与えた。その者はカディールという名の召使いである。そこでモーゼは尋ねた。どうすればその者と接触できるのか。そこで神は、ある、ヒドゥルの場所と彼との会見の印としてクジラを作り、こう告げた。もし海岸でクジラを失ったら、戻ってきなさい。あなたは彼に会うでしょう。モーセがある、ヒドルへの道を尋ねると、全能の神はこう言った。岸辺の岩の近くで探しなさい。彼は言った。主よ、どうすれば見つけられるでしょうか。彼は言いました。カゴにクジラを入れておけ。どこにいなくなっても、そこにいる。またこう言われています。彼は塩漬けの魚を取って、召使いに言いました。もしクジラを見失ったら、私に知らせてください。そして彼は言いました。そして彼は海でクジラの後を追っていた。これはつまり、彼は岸でクジラを見て、アルヒドル、彼に平安あれに着くまで一緒に歩いていたのであって、海でクジラの後を追ったわけではない、という意味です。モーゼ、彼に平安あれは海の島である、ヒドルと出会ったと言われている。海の中の島にたどり着くには、海を渡るしかありません。こう言われています。そしてそれは起こったという彼の言葉の中の代名詞は、モーゼの若者、ヨシュア、リン、ヌンを指しており、
それはモーゼ、彼に平安あれが彼にこう言ったからです。もし魚を失ったら、私に告げなさい。それはヒドルを見る前兆だったからです。そこで召使いは、モゼに言いました。全能の神がモゼについて語った通りです。私たちが岩に避難した時、あなたは見ましたか？確かに私は魚のことを忘れていました。そして、サタン以外に、私にそれを忘れさせた者は誰もいませんでした。彼らが海で休んだ後、召使いはクジラのことを忘れ、しばらく歩き続けました。若い召使いはそれを思い出し、モーゼ、彼に平安あれに告げました。モーゼは言いました。それこそが我々が探していたものだ。それで彼らは物語を語りながら足跡をたどって戻りました。そこで彼らは足跡をたどって戻り、クジラを見失った場所にたどり着き、ヒドルを見つけました。彼らの出来事は、全能の神がその書物スーラ、カフで語った通りのことでした。その後、モーゼは、神がヒドルに教えた目に見えないものや預言者たちが知らない力ある出来事について、ヒドルがどの程度知っていたかが明らかになりました。ただし、全能にして威厳ある創造主から知らされたものは別である。ハディースにはこうある。知識を求めるにあたっては困難に耐え、知識を増やし、知識を求める意志を持ち、より多くの知識を持つ者の正当性を知ること。知識について論争するときは、各人が頑固にならずに真実を求めること。論争があるときは、知識のある人々に頼ること。知識とその人々に対して謙虚であること。旅の際には、食料を携行し、準備すること。学者は知識に惑わされてはならない。